皆さんこんにちは。スポテッドホースクラフトの大園秀樹です。今日は、ちょっと僕の持ってるヴィンテージのジージャン。これをちょっと僕がどんな風に捉えてるかっていうようなところをちょっと話したいなというふうに思っています。で、まず、もうヴィンテージに勝てるものは僕はやっぱりないと思ってます。で、実際にやっぱり僕がこれずっと、着てた、ジージャンなんですけど、いわゆるその、サードタイプって言われる中でも後期の方で、70505の、ビッグ E っていう、ちょっと複雑というか、サードのジージャンよりは少し着丈が長くてとか、やっぱそういう、細かい部分はいろいろあるんですけども、結構僕これを着てて気に入って、ヴィンテージで手に入れて着てたんですけど、やっぱりある時というか疑問に思うところが結構出てきたんですね。っていうのが、めちゃくちゃかっこいい色も育って、こういうね、破れ方とかもやっぱりヴィンテージの風格があるんですけど、実際にはちょっと自分が着てて思ったのが、このアームホールが広いんですよね。このアームホールが広すぎて、ちょっと身幅も結構広いんですよね。ちょっと締まらないというか、ワイルドなアメカジとして着る合わすには、中にチェックのネルシャツ着たりとか、トレーナー着たりとか、かっこよくアメカジとしては着れるんですけど、なんかね、ちょっと綺麗めに着たいなっていう時に、ちょっとやっぱ着づらいかったりするんですよね。で、今言いましたけど、このアームホールが結構やっぱり広いっていうのと、で、僕がやっぱりこう着てて、自分の性格なんですけど、ちょっとやっぱ僕、ジージャンとか止めて着るんで、着てると、これ見てもらってわかりますかね？ここのセンターが、こっからこっちに、上の部分から下の部分に向かってめちゃくちゃ流れてる。はっきり言って歪んでるんですね。で、これが味です。これはもう完全な味なんです。で、これは何回もいろんな動画でもお伝えしてますけど、木型っていう、生地を折った状態のまま、何の整理加工もせずに作ってる製品になるんで、生地が洗うと右にねじれるんですね。っていうのも、糸自体が右にねじっている。右側にねじってるっていうことは、時計回りに糸っていうのはねじられているんですよ。で、それが Z 紙っていうんですけど、そのまま右綾に折っていきます。だから、生地を見たときに、のの字にこの綾目っていうのが見えてくるんですけど、そういう状態になってるんで、結局洗っていくと、右へねじれていくんですね。で、それが G パンの場合は、ここが、こうねじれて、同じようにねじれるんですけど、G ジャンってやっぱりこう、止めて切ると、ここはまっすぐ、このへそのまっすぐ下に来てほしいんです、僕の場合。でも、やっぱこう、歪んでるんで、なんかそういうのが、すごくこう自分の中では、ある時からすごく気になるようになって、で、そういうのが気になりだすと、なんかもう全部が気になるようになるんですね。で、この存在はやっぱり唯一無二の存在で、この存在に勝るものはないんですけど、でもやっぱりちょっと自分の中でそういうふうに見出すと、例えばこのフラップの幅ですね。フラップの幅も、やっぱこう、なんかめっちゃでかいやんって思うようになったりとか、で、一番言うと、この巻き縫いのこの幅ですね。これがかっこいいんです。これがアメリカのミシンで縫われた、この幅がめちゃくちゃ本当はかっこいいんですけど、僕が見るとなんかちょっとこの幅が開きすぎてて、なんかこう間延びしてるように見え始めたんですね。で、そういうのがなんか積み重なって、後ろなんかもやっぱりステッチワークが効いてるんで、ちょっと寝かしますね。この部分とかも、なんかこう幅が広くて、なんか嫌やな。で、ここのループ、この帯の部分ですね。帯の部分もこの幅もなんか広いなっていうふうにこう感じ始め、なんか全部が自分の中での黄金比というか、それがなんか、違うっていうふうになって、で、実際にうちの、僕がうちでジージャンを、作ろうってなった時に、そういうところを自分がこう気になる部分をいろいろこう、ここはもう少し、例えばこれが、うちのジージャンなんですけど、フラップの幅を狭くしようとか今言ってたその巻き縫いのミシンのそのダブルステッチの幅ですね。このステッチとステッチの幅、こういうところも細い方がいいなとかで、さっき言いましたここの帯の幅もやっぱりちょっと狭い方がいいなとか、
っていうのをなんかいろいろこう考え始めでこういろいろこう改良っていうか自分なりにのかっこいい部分にこう持っていったんですけど、どうしてもやっぱりそのヴィンテージのかっこよさとまた違うというふうに僕は思ってまして、ジャンル分けでしますと、じゃあ僕とこのはその完全にヴィンテージをできる限り再現しようっていう風な考え方がレプリカっていう考え方で、それはやっぱりできるだけこの当時のこのもの自体にどれだけ近づけるかっていうことをやるんで、フラップの幅であったりそのミシンの縫い幅であったりっていうのはもうほとんどやっぱり見たまま再現していくのがレプリカなんですけども、で僕がさっき言ったみたいにもう全然そのレプリカとはまた違うところ、僕なりの表現で作ってます。なぜこういうふうにフラップの幅とか狭くしたりとかいろいろしていくのかっていうと、やっぱりこうピシッとこうちょっとなんていうんですかね、シュッとしてるというかスリムに見えるというか、スタイルがよく見えるっていうのももちろんなんですけど、やっぱ綺麗めに合わせたい。ちょっとそのワイルドなアメカジだけじゃなくってちょっと言葉はどうかわからないですけどヨーロッパ的なこうすごくシュッとした綺麗めの靴で合わせたりとか、例えば、首元にストールを巻いたりとか、ハットをかぶったりとか、なんかこうそういう例えば、下にスラックスを履くとかドレスシューズを履くとか、そういう時にも使えるようなアイテムにしたかったんで、こういうふうな同じようなディテールにしてますけども、ちょこちょここう変えていってます。で、最大に違うのがこちらはやっぱり普通のボタンなんですけど、で僕ところはこうスナップボタンにしてます。これスナップですね。なんでかっていうとこのスナップの方が軽やかなんですね。ですので嫌いな人は嫌いで全然構いません。でも僕はなんかボタンにするよりもすごくこう軽い感じに軽快な感じになるなっていうことでスナップボタンを採用したりしてるんですけど、でそのヴィンテージでもう一つ言うと、これはもちろん70年代、60年代の終わりぐらいからのものなんですけども、ってことはもう50年経ってますね。でそれが50年とか50年近くとか経ってます。でそれもちろん毎日着込んだわけじゃないですけども、やっぱりどうしても縫われてる糸っていうのが綿糸なんで、特に裏がやっぱこうチェーンステッチの部分がどうしてもこうやってもう縫い糸が朽ちてしまうんですね。切れるというよりもうなんか崩壊してるというかっていう状態になってます。もちろんこれは僕補修してきてたんですけど、こういうふうにもう中とかはやっぱり結構汗とかが背中とかね当たるんで、結構やっぱりもうボロボロの状態ですね。でこういうのがどうしてもやっぱり50年持ちゃええやないかっていう話なんですけど、でもやっぱり自分が着てる間にこうやってプチプチチェーンステッチが切れたりしていくのが嫌なんで、僕とこはこのチェーンステッチの部分というか、全体的な縫い糸もコアヤンっていう、フィラメント、ナイロン系の芯の周りに、スーピマの綿糸を、巻きつけた、特殊な糸を使ってるんで、色落ちはするし糸やせも上側に巻いてるのがスーピマなんで結構痩せてはくるんですけども色落ちもします。でも芯の部分にポリエステルを使ってるんで強度はめちゃくちゃあるっていう、糸を使って塗ってますので、なかなか50年経ったらこうなるかもわからないですけども、それよりはだいぶマシかなっていうふうに思ったりしてます。でそれと、特徴としてやっぱりこの生地はヴィンテージの生地でやっぱり僕らがやっぱり目指してるめちゃくちゃいい生地ですね。いわゆる、コーンミルズ社の生地でって言われてますけど、実際僕この当時そんなまだ子供まだ生まれてないか生まれたってぐらいなんで、この当時の生地の背景とか僕もちょっとあんまりはっきりは分かっていないですけども、今僕がもちろん色落ちはこういうところを目指します。でもかっこいいなっていうだけじゃなくてやっぱり着心地を考えると
これ、ちょっと動画では映りにくいと思いますけど、これ10オンスの薄い生地をこれは使ってます。で、G ジャンの場合、この10オンスと、12オンスっていうのを使ってる、シリーズが、うちはあるんですけども、で、これ10オンスっていうのが、なんで10オンスかっていうと、G ジャンだけで、そうやって、年中というか冬も着れるかっていうと、この14オンスの、13.5 オンスの、ヴィンテージでも、やっぱり寒いですよね。じゃあ、やっぱり、僕らがよくやってたのは、トレーナー着て、その上に G ジャン着て、で、その上に、ダウンベスト着たりとかっていうのが、かっこいい定番のアメジカジの着方やったんですけど、でも今は、やっぱりもっとこう多種多様な着方があると思うんで、で、10オンスって言ったら、厚手のシャツよりはちょっと厚いぐらいの感じですかね。で、これぐらいの生地やと、もちろん夏場は、真夏は暑いですけど、春とか秋とかは、もう今のシーズンも、普通に、着れます。で、冬になると、僕はこれをインナーとして着ることがあります。で、インナーとして着た時にも、全然その10オンスなんで、全然違和感なく、シュッとこう、上着の中に、上着というか、コートとか上から着たりしても、全然その気になれへん厚さなんですね。ヴィンテージはもちろんさっきから言ってますけど、やっぱかっこよくて、唯一無二の存在ですが、やっぱり今現代となってやっぱりなかなかちょっとそのいろんな合わせ方ができないっていうようなところから、僕はこういう G ジャンを作って、こういうのが方が、着ていただいた方に、着心地の良さとか、一応そのシルエット的には70505のシルエットというか、ディテールなんですけど、そこをもっとこうタイトにしていってる、アームホールもかなり狭くしているんで、結構こうシュッと着てもらえるかなっていう風な感じなんで、そういうとこに、そういう着方、ちょっとだからアメカジやったらだけじゃなくって、もっとちょっときれいめに着たいなっていう方にとっては、うちのこの G ジャンは結構喜んでいただけるんじゃないかなって、メリット感じていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今ちょっとこれ着てみたんですけども、こんな感じで、僕が身長が170、今6です。体重が65キロ、こんな感じですね。で、結構細身に着れるかなっていうふうに思うんですけども、で、着心地としてはこれはもう10オンスなんで、もうほんまにもうシャツと同じ感覚で着てます。こう G ジャンを着てて、G ジャンってやっぱ結構この縫い目が多いんで、どうしてもこう肘曲げたらここが結構気になったりとか、この部分が硬かったり、いろいろこう背中のね、こういう縫い目が結構多いんで、結構こう肌にこう圧迫してきたりするんですけど、もちろんゆったり着ればもう全然それはないですよ。そうやって開けて着るとか、そういう風にすれば全然いいんですけど、全然その違和感なく着れます。で、普通に12オンスの、スーピマのデニムを使ったものももちろんありますので、そっち側はこのヴィンテージにより近い感じの、色落ちはすると思います。でもこの10オンスの方は、これはもうそうやってそういうこんなかっこいい色落ちには多分ならないやろうなとは思いますけど、それで、さっき僕が着てましたこっちの、ファーストタイプですね。これはマジックウォッシュを入れたもので、生地はこれと同じ10オンスの生地を使ったものですね。で、この G ジャン、ファーストの G ジャンも考え方としたら同じ感じで、そのヴィンテージを、僕、今はもう所有してないですけど、僕が所有してた、ファーストの G ジャンを元に、自分が少し気になるところっていうのを改善して、現代風に着やすくした、ディテールはその、ファーストを紛糾しながら、今現代風にというか、僕が、かっこいいなと思うような、シルエット、バランスに変えたものが、このファーストにもなるんで、このサードとファーストっていうのが、うちはラインナップしてます。で、やっぱりもう一度言いますけども、やっぱり元になってやっぱりかっこいいなと思って憧れて着始めたのはやっぱりヴィンテージです。で、ヴィンテージに対しての、これをやっぱ超えることはやっぱできへんのかなとは思ってますけども、できるだけどれだけ近づけたりとか、やっぱり50年代60年代とはやっぱり生活様式もいろいろなものが変わっていってますんで、その古き良き
時代っていうものとは違う今の現代に求められている洋服としての要素を入れていった服作りっていうのがうちの大園っていうブランドの一番の根幹になってますので、よかったらまたご覧になっていただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。結局宣伝みたいになってますけど、一応そんな感じで、他のアイテムもなんかこういう風なヴィンテージとの比較っていう動画をまた撮ってみたいなというふうに思いますので、またご視聴の方よろしくお願いします。今日の動画はここまでとなります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。あら、身長が170、今6です。多分縮み始めてます、身長が。で、体重が65キロ、66かもわかんないですけど、ね、こんな感じです。なんで笑ってんねん。全部に縮み始めてますとか、6かもしれないです。どっちでもなんか嘘をつくの嫌やん。